こんにちは、アスカです。今日はインスタグラムで過去に質問箱をいたしまして、主にどういった人を、銀座のホステスさんとして募集していますかとか、どういった人が面接に受かりますかっていう質問を、たくさんいただいたので、今回は、採用についてをまとめてみました。ただいま深夜2時です。ちょっとね、仕事が今日遅かったんですけども、たまにはですね、ドレスを着たまま、動画撮りたいなと思って、ちょっと今日はこの時間になってます。はい。では、サクサクと進めていきましょう。まずですね、学生さん募集を以前しました。7月の、頭ぐらいにこれやったんですけども、結構集まりましてですね、インスタグラムと、あとツイッターと、告知をしました。概要は、当店に働いている間の学生さんの学費を、当店が持ちますという内容でした。では、学生さんの種類についてですけども、大学生、大学院生、あと専門学生ですねは OK です。習い事はちょっと NG にさせていただきました。で、今回、LINE アットを登録していただきまして、そこに概要を貼り付けてまして、例えば、今3年生で、夏休みがありますね。で、明けて後期から働きたい方がいらっしゃれば、後期の分の学費と、あと勤めた年数、4年生も勤められる方でしたら、4年生の分の学費も当店が在籍期間中はお支払いしますよという内容で、ですね、LINE アットではですね、約300人以上が登録していただいたみたいで、そこから、面接の予約をしていただきました。その面接の予約までしていただいた方が、確か3日ぐらいで70人超えて、最終多分100人ちょっとぐらいだったかなと思います。で、どこの学生さん、どこの学校の方、何年生が多かったですかという質問に対しては、大体ですね、専門学生が、2、3割、大学院生が、2割ぐらい。で、あと残りは、大学生で、5割強ぐらい。ほとんどはもう半分ちょっとぐらいかな。大学生でした。で、何年生の方っていうのは特になくて、やっぱ20歳超えてる方が多くて、こういう夜のお店なので、お酒を飲める方を前提にしていまして、20歳、21歳、22歳の方が多かったように思います。はい。ではですね、どんな女の子を必要としていますか？これは、学生さんに、関わらずですね、当店で必要としている女の子の像は、まず、やっぱ仕事に意欲的であるってことですね。銀座で働いて、こうなりたいとか、私はお金を貯めてこうしたいとか、将来はこういう、仕事つきたいとか、銀座でお店やりたいとかですね。何かこういった、夢がある人を、やっぱり積極的に採用してます。というのも、やっぱり長く働いていくうちに、結局目標がない場合は、だらだら働いちゃって、で、やっぱ成績もですね、頑張ろうと思っても、やってる間にいい時もあれば悪い時もあるので、持続できないんですね。なので、自分で決めた夢がある人っていうのはすごくいいなと思ってます。はい。で、これに結構似てるんですけども、次の質問は、面接ではどういう子を採用していますか？どういうとこ？うちのスタッフが今回面接をさせていただきまして、ほぼ100人の方全員に、お会いしまして、で、1回目の面接は主に、遅刻をしていないかとか、その方が5分前なのかギリギリに来たのか遅れてくるのかとか見てたそうで、あと洋服も見てたそうです。初めての初対面の方なので、どういった服装で、いらっしゃるかで、仕事のスタイルをちょっと想像したみたいですね。カジュアルな服よりもワンピースとか、あときれいめな、服、スカートで来るとか、でそういう方はやっぱ仕事でもそういうコーディネートされるのかなと思って、スタッフは見たようでした。他、よく聞かれるんですけど、見た目です。見た目は
もちろん銀座っていうのは、可愛い子、綺麗な子、一般的に、誰が見てもいいなって思う子は、これ当たり前のラインだと思ってます。なので見た目はいい子取るんですかっていうのはもうちょっと論外であって、見た目は当たり前で、そこから、遅刻厳守時間守ってるかとか、あとそういう清楚感、その綺麗かとか清潔感があるかとか、そのあたりを、チェックしてたように思います。はい、次はですね、お酒は飲めなくても大丈夫ですか？そうですね、実際お酒が苦手でも、結構ですね働いてる方多いんですよ。一滴も飲めないのはちょっと厳しいかなと思います。というのもお客様のお酒をいただいてるわけですね。でそのお客様のお酒をいただくときに、ウイスキーとか焼酎とかはボトルでいただくことがほとんどなんですけども、グラス、シャンパンとかですね、シャンパン、ワインは、飲み切りでボトルを必ずその日のうちに、飲んで持ち越しができない。余ったらちょっと捨てちゃうことになっちゃうんで、必ず飲み切りで、するとなってます。なので、やっぱりワインとかシャンパンをいただいたときに、多少ですね、飲めないと言っても、グラスで、半分とか一杯は飲み切らないと次のお席に行くときにそれを残すことになるので、このあたりはですね、全く飲めないっていう方は、少々きついんじゃないかなと思います。ちょっと猫が鳴いてます。ちょっと猫呼んできます。ママ、どこいるの？ママくん、どうしたの？はい。私の家族紹介でも紹介しました。マンチカンのモモです。男の子です。よくね、動画撮ってる時は、足元にいたり、どっか近くにいるんですけども、自分に構ってもらえない時は退屈で、うーんとか、さっきみたいにゴロニャンとか、泣いちゃいます。どうしたの？はい。じゃあ次の質問に行きます。遠方の方の応募はありましたかとか、送迎などはありましたかと。まず、送迎はあります。場所は、23区は送迎しております。千葉とか埼玉とか横浜方面は、要相談ですね。面接の時に、場所を聞いてください。でも結構ね、臨機応変に対応してます。はい。で、遠方の方、ありました。東京以外からもありました。で、もし、働くことが決まれば、東京に引っ越したいっていう方が多かったように思います。今、大学の授業がですね、リモートっていうのが、ほとんどだって聞きまして、なので、授業はもうあんまりないから、できれば職場とか、決まった仕事の近くに、住んで、一生懸命アルバイトしたいっていうこの応募が多かったような気がします。よしよしよし。よしよし、眠たいね。もう2時だからね。よいしょ。はい。やめるにゃって言ってますね。もうちょっと待って。はい。次はですね。はい。二次審査まで残った方は何人いましたか？さっきの学生さんの応募の件なんですけども、100人以上スタッフが面接させていただきまして、その後ですね、一次審査といいますか、スタッフの面接をパスした方は、私が最終面接をしました。で、顔合わせをしまして、簡単にその質問などをしまして、で、あとブレアの、1日体験っていう風に流れになっておりました。で、二次審査まで残った人が今のところ4名いらっしゃいます。はい、4名いました。で、そこからですね、今体験、やっておりまして、これから何人が働いていただけるのかなというところです。その夜の仕事初めてっていうこともいましたし、あとご両親の方が反対してるとか、まだ許可得てないっていう子もいましたので、ここから人数がね変わる可能性も全然あるので、
4人とも全員来てほしいんですけども、ここからまた話し合いかなと思っております。よし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 。はい。ということで、今回リクルート編は、この辺りで締めさせていただきたいと思っております。またもっと詳しい、質問というか、今回ざっくりだったので、ホステスさんは、求人ですね。どういうところを見てますかとか、学生さん以外も募集してますかとか、まだいろいろ質問があるとは思うんですけども、また、質問が溜まってきたら動画にまとめたいと思います。にゃ。はい。ではこの辺で、バイバイ。